揚げ定食、大将自慢の一番人気3位。月間1トン以上使います。東農ナンバーワンって自負。唐揚げ定食3個ですね。はい。うまい。今17です。二大看板娘ですね。2台頑張ります。頑張ってください。下味がすげえ美味しい。拳超えてそうだもんね。満足。今日のお夕飯です。美味しすぎる。これは安心した。来た。いいね今ね。お米って1日どのぐらい炊かれるんですか？ 2升4回か5回ぐらいだった10升とか。ほら餃子は一度にどのぐらい？だいたい600個か700個ぐらい。主に週末とかに入れちゃう。1ヶ月あるかないかぐらい。唐揚げメインで唐揚げだけじゃ飽きちゃう。子供にも食べやすい。みんな大好きな唐揚げもそうなんですけど、餃子もニンニク使ってない。ニラ入っちゃってますけど、なるべくニンニクに頼らない料理を。ニンニク入れたね、何でも美味しい。隠し味にちょっと味噌使ったり、もし僕は20代の時に親父が亡くなっちゃいましたので、中華で修行してたんですけど、突然親父がもう余命に行くばかって言われちゃったで、そこで、帰ってこいと修行半ばに、帰ってくるっていう小中高と文集とかで夢書くじゃないですか、角屋3代目になるってことは自分で書いてたんで、とうとうその時が来たかなっていうサラリーマンになるかならないか友達と話してるふと親父の風景見て、親父なんか楽しそうに仕事してるなって思ったんで、家継いでみるかっていうのが一応決めた理由なんですけどね。でいざなってみたらそれは大変ですよ継続していくのが大変だなっていうふうに日々思っています。僕が書いたネットに載ったやつですけど、人が集まり9か条ってその通りだな、いい言葉だなと思って。モットーみたいなものですか？そうですね。塩も入れてやっぱり柔らかくなりますので、焼くだけより昔は2豚使ってたんですけど、ちょっと自分の中で違うなと思って焼き豚を使うようにしました。ここ1年2年で改良して、こっちの方が美味しいかなと。チャーシューはあとチャーハンとかに使ってますし。1日どのぐらいの鶏もも肉を使用されるんですか？全部の店舗合わせたら4ケース6ケース1ケース何キロとかですか？12キロ。72キロとか。そうですね。月間1トン以上使います。東農ナンバーワンって自負。業者にも言われました。1人前唐揚げ何グラムなんですか？これが比較的に大きいサイズなので、半分にすると140から150グラム。定食にそれが3つついてますので、鶏肉だけで450グラムの最低ついてます。すごいボリュームですね。冷静に考えて450ってめちゃくちゃ多いですもんね。お肉を叩いてるじゃないですか。なんか理由があるんですか？下味がつきやすいっていうのと、筋切りして肉を柔らかくする。量がすごいですね。うちテイクアウトで時の駅前とか多治見にやってました。その分もあります。こちらで全店舗分のそうです。唐揚げの使はい用、この包丁は僕の初給料で中華包丁を買って研いでってこのぐらいちっちゃくなっちゃう。ボロボロです。もともとはまっすぐなんもうですか？ほどこういうもう何年ものなんですか？ 27年もんですか。
働かれて長いんですか？今4年目ですかね。お付き合いを10年以上。ちょうどうちがコロナ最中にテイクアウトの店出したので、その時に人手が欲しかったので、まあそれはちょくちょく連絡取って、料理やめるとか、こんな報告もある。でも何やったんだろうなと思ったら、まだ飲食で働いてた。でうちで一緒にやらんかって4時間5時間、そうですねずーっと2人でファミレスでなかなかうんって言わなかった。中山さんが口説き落としたみたいな。まあそうですね。一緒に頑張るぞって。何時間もかけて、そんだけ中山さんが惚れ込んだ男ってことですね。そうですね。今日はそういうことにしていきましょうかね。本当にずっとここに50年おります。頑張らなあかんもんで。まだ5、6年は働けるかなと思って頑張ってます。23年一緒に働いてます。よくやってきたと思いますよ。喧嘩しながら。いいですね。カツオとアゴとかそうです。厚削りとソフトを両方使ってるカツ。うち和風だし、はい、本当に昔ながらの中華そばだと思います。チー油を中華そばにああそうです。チーム自分で作って塊買って溶かして使ってる感じですね。でも絶対こっちの方が美味しいです。香りが違います。よく大根とかこんにゃくとか入ってるじゃないですか。こちらも一切バツと小腸と牛すじが入ってもつのみしか入ってないです。理由の最大の一つは美味しいもつ食べてほしい。野菜でかさ増ししてるの僕が好きじゃない。真空して冷凍もできるのでいろんな面考えてテイクアウト店でも持ち帰りできますし、ここでも食べてもらってもできますし持ち帰りもできます。新しい名物にしようかなというふうに思っています。赤味噌と、醤油砂糖をリンゴを吸ったやつとニンニク吸ったのをちょっと入れてます。20歳から名古屋駅の岩園というとこ中華料理を修行してまして、滋賀県のグラッツェというところの一層楼というところで修行して、その後うちにここで23年目になります。今おいくつなんですか？今17です。どのぐらい働かれてるんですか？高1の夏ぐらいだから1年半か2年ぐらいだと思います。好きなメニューとかおすすめのメニューとかありますか？親子丼がめっちゃ好きなんですよ私。よ
定食3個2つお願いします。はい磯カツ丼がお一つ。単品のお二つでよろしかったですか？はいよ。角屋食堂さんのこだわりとかございますか？もちろん手作りにこだわってまして、あとはやっぱりお客さんが喜んでいただけるお料理を提供する、その空間も提供できたらいいなと思っています。お待たせいたしました。オムライスになります。失礼します。食べきれないよきっと。失礼します。単品の唐揚げですね。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。すごいびっくりする。唐揚げをあ、違う、いいよ、いいよ、裏。美味しいですよ。大きさにびっくり。いらっしゃいませ。空いてる席どうぞ。いや、もう決まったそうでした。中華そばが2つ、ミニの中華そばが1つ、チャーハンが1つ、で唐揚げを単品で2個。失礼いたします。お待たせいたしました。ご飯のお客様。いらっしゃいませ。こちら中華そばになります。メインのお客様ですね。これ先にあ、切ってきましょうか。あ、切ってもらえるとめちゃくちゃありがたい。3等分ぐらいに切ってます。 3等分、はい。ご注文の品以上でよろしかったですか。こちらお会計の下お待ちください。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。
唐揚げ定食3個ですね。おいくつなんですか。17歳、長いんですか。4ヶ月ぐらい。二大看板娘ですね。2代頑張ります。頑張ってください。オムライスが大きすぎてびっくり。大きいですよね。満足。今日のお夕飯です。美味しすぎる。持ち帰りできるのがいいですよね。そうですね。安いし、ね。また来ますね。ゆっくり餃子ができます。体でも見たんですね。これ遊びですよ。お待たせいたしました。唐揚げ定食ご用意いたします。これでっけえしこれ。味が染みててうまいですね。下味がすげえ美味しい。拳超えてそうだもんね。お味噌濃い。いらっしゃいませ。入れ替わりするの。入れ替わりする。俺タルタルうわ。唐揚げ定食一番人気3揚げ物用トッピングでピリ辛ソースと自家製タルタルソース。失礼します。はい、はい、どうも。どういったお客さんが多いですか。平日はやっぱサラリーマン、外仕事の方、週末とか家族向けが多いですね。もちろん地元の方も生産量日本一の美濃焼の町になっていますので、釜焼さんやら陶芸家さんやら陶器商の方やらいろんな陶器関係の人たちが使ってくれる店ですね。地元に愛される店を目指してますので。失礼します。はい。お待たせいたしました。唐揚げ定食3個ですね。はい、前失礼いたします。すごいな。うまい。美味しい。初めて。初めて。私は席で岐阜市なので多いよね。陶器ね。来たいなと思ったんだけど、なかなか来れんかったね。すごいね、やっぱりね、噂通りのお店でした。お、びっくりした。ああ、来た。お腹いっぱいになりました。なりました。美味しかった。はい、親子丼です。
食べきりましたよこっち。5個いきましたね。すごいですね。まだいけるって言ってます味が美味しいからね。味がね、そうそう。すごいよく食べたね。すごいな。チャーハンできました。ありがとうございました。ありがとうございました。唐揚げ定食の5個、焼きそば定食とご飯単品お願いします。焼きそば定食と唐揚げ定食3個です。下の子が食べてたんで意外と大きいですよね。めちゃくちゃ大きいです。配っておく全部古い。お待たせいたしました。焼きそば定食ですね。ご注文の品以上でよろしかったですか？ほほうわうわすごいね。肉似合う。美味しい。丼2ですか？一番。大きい唐揚げをやろうと思ったきっかけって、たまたまお袋にお願いした時に本当はもうちょっとちっちゃいサイズで来てたんですけど、間違って大きく出してそれがすごく好評になっちゃって、それにやらざるを得なく調べていったらいろんな大きさもあったので、だったらもっと一番大きいサイズにしちゃえって、で今の形になっちゃいました。きっかけは間違いから。そうです、間違いから。やろうと思って木をてらってやってなかったところからです。昼も夜も働かれてると思うんですけど、労働時間でどのぐらいになるんですか？でも12時間13時間ぐらいじゃないですか。多いと14時間とかです。店名の由来とかってあるんですか？初代のおばあちゃんがから聞いた話なんですけど、昔この場所じゃなく角っこに信号があるんですけど、その角でやってた角屋っていうのと漢字が加えるに上るで右肩上がりっていう、ね、縁起のいいっていうことで角屋。今こういう食堂っていう形で高齢の方がやってる店が多いと思うんですけど、やっぱりそういう店だんだんなくなっちゃってて、こうやってご飯と味噌汁とおかずと漬物があるそういう空間をやっぱずっとやっていきたい。日本人なんでね、味噌汁
昼ご飯食べてホッとする空間をずっと提供して続けたいっていうのが、そこは変わらずやっていきたいなというふうには思っています。